こんにちは。モンテッソーリ子育てチャンネルの神成美希です。私、神成美希のモンテッソーリ子育てチャンネルでは、こちらの本のポイントを20回シリーズでお送りする予定です。子育てをもっと楽しく充実したものになるヒントがたくさん入っていますので、お楽しみにしてください。第2回目はモンテッソーリ教育の敏感期についてお話しします。特にイヤイヤ期真っ只中のお子さんがいらっしゃる方は、今日の敏感期を話を聞くと、どうしてあんなにイヤイヤしているのか理由が分かり、お子さんの見方が少し変わるのではないかと思います。ぜひ最後までご覧ください。お子さんのことを少し思い浮かべてみてください。ベビーカーに乗ってほしいのに歩きたがって泣く、椅子など高いところからジャンプして困る、何度注意しても同じことを繰り返す、そういうことはあるのではないでしょうか。お家の方を悩ませる、それこそがモンテッソーリでいう敏感期です。では、敏感期って一体何なんでしょう。敏感期とは、1、ある目的のために、2、ある時にだけ、3、何かに対して、4、非常に強く反応する時期です。子供にとっては何かを学ぼうと必死になっている時期なのです。マリア・モンテッソーリは毛虫の例を用いて説明しています。ある種の毛虫の親は雨風から卵を守るために木の枝分かれの部分に卵を産みつけます。卵からかえった毛虫の幼虫はその周りにある葉っぱは硬すぎて食べることはできません。その頃に幼虫は光に対して非常に強く反応するようになります。そのため光を求め木の上へと上がっていくのです。木の上には幼虫が食べられる新芽がたくさんあります。そこで新芽を食べて大きくなった時には光へ強い反応は失われ、毛虫は下の方へ移動するようになります。下の方にある硬い葉っぱも食べられるようになるからです。新芽を食べるために幼虫の時期に光に対して非常に敏感になるというわけです。毛虫は柔らかい葉っぱを食べるために光に対する敏感期があります。人間の子供の場合、何らかの能力を獲得するために敏感期が存在します。最初にお話ししたベビーカーに乗らず歩きたがるという子供の場合は、歩けるようになるために1歳前後で歩くことに対して非常に強く反応するということが言えるでしょう。敏感期にあるお子さんにとって一番大切なのは、やりたいことを禁止しないということです。先ほどお話ししたベビーカーのお話ですが、歩きたいのにやめてと言ってベビーカーに乗せてしまう、それを禁止と言います。失敗を繰り返し、試行錯誤を繰り返しながら自分でできたという達成感を積み重ね、自分の能力を伸ばしていく時期だからです。〇〇しちゃダメは敏感期の子供にとって自分の能力の芽を育てるのを摘んでしまうのも一緒のことです。また、育児書やおもちゃ売り場にある何歳からやると能力が伸びますもう実際には子供がやりたいと思えば与えていいと思いますが、親が買い与えてもすぐに飽きてしまうと思います。ですから、おもちゃに限らず習い事を始める時なども、本当に子供がやりたいかどうかよく考えて子供のことを観察することが必要となります。また、敏感期はどのくらい続くのでしょうかという質問をよくいただくことがあります。敏感期はたった1日というお子さんもいれば、1週間、1ヶ月と続くお子さんもいます。ですから、飽き性の子供とか1ヶ月も同じことを繰り返して大丈夫かしらと心配する必要はないのです。子供が自分で納得する結果が得られれば、その敏感期は終わりを迎えるのです。親はやりなさいと押し付けずに、子供を信じることが一番早く才能を伸ばすコツとなるのです。字を覚えるのが好きな子供なら言語の敏感期が早く来るかもしれません。
とにかく数字が大好きなら数の敏感期が早く来るかもしれません。子供によって様々来る敏感期の時期は違います。ですから焦らずに待ちましょう。おおらかな気持ちで待ちましょう。今日は敏感期とはについてお伝えしました。ポイントは1、子供が興味あることでないと全く興味を示さない。大人が子供の敏感期を待つこと。敏感期の時期は人それぞれ違うので、周りの子供と比べたりしないこととなります。なるほどと思われた方も多いと思います。次回はさらに深く敏感期の種類と特徴についてお話しします。どうぞご期待ください。動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも読ませていただきますので、質問などありましたらどしどしお寄せください。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございました。